こんにちは。合気道 F ラボです。今日もよろしくお願いします。はい。早速ですが、今日で3級の審査技が最後ということで、最後はこちらです。はい。両手取り四方投げですね。横面取り四方投げは4級でやってたと思うんですけども、3級で両手取りの四方投げです。はい、そうですね。またちょっと違うというか、取り方が違ってきたりするのでしょうか。いわゆる個体というか、止まった状態からやるパターンと流してやるパターンと、流してやるパターンは横面打ちのさばきと共通項が出てくるかと思います。なるほどですね。はい。ではその辺のところも含めて、見ていただきたいと思います。まずはお手本動画の方からご覧ください。どうぞ。はい、両手取り四方投げです。止まって行う場合ですね。相半身の場合は後ろ足一歩踏み込みつつ相手を崩して表の動きですね。相手の前、合気道ではしませんけども、一応頭突きが来る、あるいは蹴りが来る、これを崩して表に。逆半身の場合は相手の攻撃線を外して裏に。いずれも一挙動になるように、ここで両手を押さえられてますから、ここでいろいろ持ち替えとかやってる時間はない。相手の前を叩く感じでやっていただいたらいいかと思います。相半身で表、逆半身で裏ですね。で流す場合はもう表裏半身は気にしなくていいです。両手取ってきますから、この空間もしくはこちらの空間に転換、あるいは入り身転換で入るんですね。よく見かけるのは、さばきがうまくいかなくて相手を外に出そうとしてしまう。相手のこの2本の攻撃ラインを外すというか、自分がそこにいて中途半端なさばきのまま相手を外に出そうとしてしまう方が多いようですので、この2本のラインをしっかり外していただきたい。このラインを外して、それから手の取り方ですけども、上から切り落として崩しながら取る場合、下からすくって崩す。で、例えばですけど、その手首が殺されてしまったと、取られてしまって手首が殺された、今の上から切り落とすことも下からすくうこともままならないような状況の時、これって全般に言えることですけど、必ず手は自分のおへその前ですよ。この状態で転換を行えば自然に取れるということをやってます。先ほど話がダブりますけど、手を横に出してしまってこの状態になってくると、もう戻すのが大変です。へそはこっち、顔はこっち、手はこっち、こういう状態ではもうなかなか、こうやって戻そうとされる方多いですけど、できるだけ手は常に自分のおへその前にある状態を意識していただければいいかなと思います。はい、見本動画の方見ていただきましたけど、先生、これもう毎度のような質問になって申し訳ないんですけれども、やっぱり大きい人がちっちゃい人をガッと持って止めてしまうっていう、
ここなんか両手だと特にしっかり押さえられてしまうと思うんですけど、この辺のところを回避するような方法はありますか？よく言ってるのはこう抑えられましたと。で、はい、ここで確かに何も初心者の方とかね、強いとなかなか動かないので、相手の重心をちょっとずらしてあげる。今そう隅を後ろ側にずらしました。そうすると裏入りやすくなりますよ。ちょっと紹介ですね、はい、この状態でガッと押さえられたらこのままで今度も大変なので、相手の重心を前にずらしてあげる。はい。前の後ろ、それぞれにちょっとこう相手の重心をずらすことができれば、ですね、入りやすいかと思います。これ先生、やっぱ手でそれをやろうとするとなかなか難しい。そうなんですよ。だから結局相手の重心を動かしたいのですから、自分の重心をやっているというか。はい。あくまでここでこうなんか操作してるわけです。自分がここについて踏ん張って手でっていうと、ここで衝突が起きますので、自分の重心が移動しているという。なるほどですね。はい。そしたら少しこう体とか足とか、体全体で。そうですね。いわゆる基本動作、船こぎ運動なんかで自分の重心移動っていうもの、あるいは一挙運動で、この自分の重心移動そのものが、技につながるというか。もうちょっと難しいやつだったら、ちょっと待って、この状態で、これ、無理じゃないですか。でも、ここで壁ができて、こう回すと、四方なりです。結局どうしてもこうそこについたまんま前のめりになったり、腕で自分の重心移動はスムーズに行えるかどうかという、その辺が面白いところします。ここについて力で持っていくわけではないというところですね。ありがとうございました。はい、技の方見ていただきましたけれども、今日はちょっと受けをした後に納得してないような顔してましたけど、大丈夫でしたか？毎回のなので、はい、ということで、今回3級はこれで終わりということですね。4級、5級と被ってるところとかもありますので、そこはこう分けてやってますので、それぞれこう見やすいように見ていただければなというふうに思っています。次回から先生2級ということで、はい、またちょっと技のバリエーションも増えていくことになりますので、よろしくお願いします。はい。それでは、今回はこれで終わりたいと思います。この動画が面白かった、役に立ったということであれば、いいねボタンを、それからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画で